簡単に作れるだし巻き卵を作りました。くるっと。こんにちは、料理研究家のひかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は簡単なだし巻き卵の作り方をご紹介したいと思います。卵の液にたっぷりだしが入っているので、ちょっとね巻くのが難しいのがだし巻きなんですけれども、今回は簡単に美味しく仕上げるコツをご紹介していきます。冷めても柔らかくて、さらにだしがしっかり染み込んだ作り方です。とても簡単なので、今回は2種類作っていきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずベーシックなだし巻きの材料をご紹介します。卵、お水、顆粒のかつおだし、薄口醤油、みりん、サラダ油です。こちらの材料で作っていきます。パッと見ですね、普通のだし巻きと材料は変わらないんですけれども、作り方にコツがあります。それではまず卵を焼く前にだし汁を先に作ります。耐熱のボウルを用意していただいて、ここにお水、そして顆粒のかつおだし、薄口醤油、そしてみりんを加えます。こちらを軽く混ぜてください。で、混ぜたら今回ねみりんを使っていますので、電子レンジ 600W で1分加熱してみりんのアルコールを飛ばします。加熱が終わりました。そしたら一度かき混ぜます。それではこちらのだし汁は卵を焼き終わるまで冷ましておきます。卵液を作っていきます。まず普通にですね、卵とお水を合わせて何も味付けをしない状態で卵を焼いていきます。こちらのね詳しい説明は作りながらご説明していきたいと思います。まずボウルに卵を割り入れます。そしてここにお水を大さじ3杯ですね加えます。そしてこちらをよく溶きほぐします。しっかりと白身を切るように溶きほぐしてください。はい、よく溶きほぐしました。それでは卵を茶こしでこしていきます。このように一度こしていただくと、辛さや膜などを取り除くことができます。卵液はこれで OK です。それでは卵を焼いていきます。それでは早速卵を焼いていきます。キッチンペッパーにサラダ油を染み込ませます。まだね火はつけていない状態です。で、このサラダ油はまた使いますので、火から少し離れたところに置いておいてください。卵を焼く時のポイントです。ゴムベラを使っていきます。菜箸を使うとひっくり返す時に穴が開きやすいです。なんですけれども、ゴムベラはですね、卵を支える面が広いのでとてもひっくり返しやすいです。なのでね、すごくゴムベラを使うのはおすすめです。注意していただきたいのは、必ず耐熱性のゴムベラを使うようにしてください。ということで早速焼いていきます。火をつけます。ここからはね普通に焼いていきます。菜箸に卵液をつけていただいてちょっとやります。で、これで卵が焼ければもう OK です。それでは卵液を流し込みます。フライパンに卵液が全部行き渡るくらい入れてください。はい。で、広げます。上の卵液が動かなくなったら手前から奥に丸めていきます。で、この時はね綺麗に丸められなくても OK です。くるくるくるっと、はい、このように丸めていただきます。で、こちら空いた部分ですね、空いた部分にサラダ油をまた塗ります。そしてまた卵液を流し込みます。芯の部分を浮かせて、芯の下にも卵を流し込みます。上の卵液が動かなくなったら、今度は奥から手前にくるくる巻いていきます。ゴムベラを使ってくるっと返す。こんな感じですね。くるくるっと返していきます。くるっと、はい、こんな感じですね。で、こちら側もねサラダ油が少なくなったら塗りましょう。で、移動させます。このようにゴムベラ使っていただくとね、簡単にくるくる巻くことができます。そしてまた卵液を流し込みます。で、このようにね卵液がなくなるまで巻いていきます。はい、今ねすごいプルップルの状態です。そして卵液を流し込みます。はい、それでは最後ですね、こちら卵液を流し込みます。そして卵の下にも卵液を流し込みましょう。だんだんフライパンが熱くなってくるので、徐々に弱火でやっていただいて OK です。はい、巻きます。最後くるっと、こんな感じに巻けました。それでは最後ね、角で形を整えます。そしたら反対側もくるっと
でこちら側も形を整えます。これで OK です。こんな感じに仕上がりました。それでは今からこの卵をだし汁につけていきます。こういうジップ袋を用意していただいて入れます。このようにセットして、そして作っておいただし汁を入れましょう。そして空気を抜きます。はい、こんな感じです。それではね、またこちら温かいので一度粗熱を取ってから冷蔵庫で半日冷やします。そうするとこの卵にギュッとだしが染み込んで美味しいだし巻きに仕上がります。そしておネギがたっぷり入っただし巻きの材料はこちらです。卵、刻みネギ、水、顆粒の昆布だし、薄口醤油、みりん、サラダ油です。こちらのネギのだし巻きには顆粒の昆布だしを使います。こちらはかつおだしでもね、どちらでもお好みの方を使ってみてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずだし汁から作ります。ボウルにお水、そして顆粒の昆布だし、薄口醤油、みりんを加えます。そしてこちらをよく混ぜましょう。こちらも同じように電子レンジ 600W で1分加熱します。取り出してよく混ぜます。はい、OK です。こちらのだし汁も卵が焼き終わるまで粗熱を取って冷ましておきます。それでは卵液を作っていきます。ボウルに卵を3つ割り入れます。はい、そしてお水を加えます。これをよく溶きほぐしましょう。こちらも同様に卵液を一度こします。このようにしっかりと卵液をこしましょう。卵液をこしてからネギを加えます。そして混ぜます。これでネギ焼きの方の卵液は完成です。それでは焼いていきます。まずフライパンにサラダ油ですね。はい、フライパンを温めましょう。こちらも同様に一度卵液をシュッとやって固まれば OK です。卵液を流し込みます。こちら具が入ってるんですけれども、通常のものとね同じように巻いていきます。手前から奥にくるくるっと巻きます。はい、こんな感じです。でまた卵液を流し込みます。この芯の下にも卵液を流し込みましょう。はい、でこの上の卵液が動かなくなったらくるくる巻いていきます。くるっと、でまたくるっと、そしてくるっと。でこちらも同様に卵液がなくなるまで繰り返していきましょう。ネギで焼くときはこうネギがね固まってしまうので、これをちょっとねばらしましょう。そうするとね巻きやすいかなと思います。くるっと、そして最後くるっと巻きます。くるっと、そして角で形を整えます。ネギ焼きはこれで完成です。ネギ焼きはこのように仕上がりました。ではジップ袋を用意していただいて、ここに卵を入れます。そして作っておいただし汁を入れます。はい、そして空気を抜いていただいて、で口を閉じましょう。それではこちらも同様に粗熱を取って冷蔵庫で半日漬け込みます。半日漬け込みました。このようにしっかりと出汁が染み込んでます。あとはですね、こちらを取り出して食べやすい大きさに切っていただいて完成です。それでは4等分に切っていきます。断面はこのように仕上がってます。しっかりとね出汁も染み込んでます。これでお出汁がたっぷり染み込んだだし巻き卵の完成です。はい、こんな感じに仕上がってます。そしてこちらがネギ入りのだし巻き卵です。ネギ入りはこんな感じに仕上がってます。このように中身にもネギがたっぷり入ってます。それではいただきます。まず普通のベーシックなプレーンの方からいただきます。これね本当に美味しいんですよ。でねちょっと大根おろしを添えていただきます。
お出汁がしっかり染み込んでます。そして卵を焼くときにお水を入れてるので、冷めても柔らかい食感のままなんですよ。今回は顆粒のだしの素を使ってるんですけど、白だしとかあとめんつゆで作っていただいてもね、すごく美味しいです。中までしっかり味が染みてます。続きましてネギ焼きもいただきます。ネギがねたっぷり入ってます。いただきます。顆粒の昆布だしにしてあるんですけど、最高に合いますね。もうしっかり味も染みてるし、食感もすっごく柔らかいです。今日も美味しく仕上がりました。今回のだし巻きのコツはですね、だしを後入れするのが一番美味しくて簡単に作れるコツです。だしを後入れするので、卵を焼くときはあえて何も味をつけずに卵を焼きます。そうすることでだしの味がギュッとたっぷり染み込みます。卵を柔らかく焼くコツなんですけれども、卵を巻くテクニックというよりかは、卵にお水を加えてください。お水を加えると卵のタンパク質が緩くなるので、柔らかい食感に仕上げることができます。でこちらはですね、牛乳などでもそういった水分系で代用もできるんですけれども、今回はねだし巻きですのでお水を使うようにしてください。あとはもう漬け込むだけなのでとても簡単です。前日に仕込んでおいて朝召し上がっていただいたり、お弁当に詰めていただくといいかなと思います。そして味のポイントはですね、今回顆粒のかつおだしと、あとは顆粒の昆布だし2つ作りました。これはですね、どっちの組み合わせでもとても美味しいので、ぜひ時間がある時は両方やってみてください。今日は簡単に作れるだし巻き卵を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。